どうも、じゃあギターショップトニックの小沢です。今回は PRS についてやっていこうと思います。2025年ですね、PRS から SE シリーズ新製品続々と登場しておりまして、以前3月にもですね、SE の新製品がっつり紹介させていただいたんですけども、そこから8ヶ月経ちまして、めちゃくちゃラインナップ増えましたので、今回はですね、その新製品と、あとトニックでまだ紹介したことのない製品ですね、改めてSE シリーズの魅力について語っていければいいなと思います。それぞれ本体紹介した後にサウンドチェックもやりますので、これを見れば SE の魅力たくさん伝わるんじゃないかと思いますので、よろしければ最後までご視聴ください。今回使うモデルがですね、こちらです。SE カスタム24のセミホローピエゾ、SE スペシャルセミホロー、SE DGT スタンダード、SE CE24 スタンダード、SE スタジオスタンダード、SE NF53、SE ホローボディ2ピエゾの7機種ですね。はい、これら魅力解説してやっていこうと思います。ということで本編へどうぞ。まずはじめに PRS の SE シリーズとはどういったものなのかやっていこうと思います。2001年にスタートしたですね、PRS の中でスチューデントモデルに位置するラインですね。かの有名なカルロス・サンタナ氏がですね、学生でも手に入れられる価格で PRS の高品質さを味わえる製品が作れないかというのを代表のポールさんに相談したところから始まりますね。そして現在ですね、PRS SE の最高責任者の方がいらっしゃるんですけども、ジャックさんという方ですね。PRS 社のもう初期のメンバーの一人で、現在ではもう重役を務めていらっしゃるというふうな方ですね。8月の頭にトニックにもご来店いただきまして、その時いろいろとお話を聞かせていただきました。現在はですね、インドネシアにある工場で生産されているんですけども、PRS の SE シリーズだけを作る専門の部署が存在しますね。そこの部署の職人さんたちはですね、PRS USA の本社の方とこまめにミーティングをしていたりとか、USA の方がですね、現地に赴いてクオリティコントロールをしっかり行っているというふうな点がありまして、なので他のブランドでもインドネシア製のものって多く存在するんですけども、それと比較して品質はものすごい高いと感じますね。製造方法に関してもインドネシアで作ってはいるんですが、PRS 流のやり方をしっかりと継承して作っているみたいですね。価格が新品でだいたい10万円からというところで、10万円という一つのラインだとは思うんですけども、PRS の設計思想っていうものをですね、体験できる最強コスパのモデルなんじゃないかなと私は思いますね。で、余談なんですけども、PRS の公式ディーラーをですね、とにかくやらせていただいてからだいたい2年ぐらい経ちまして、SE シリーズの頃はもう昔からだいたい150本ほどですね、販売してるんですけども、不良で戻ってくるっていうことは一回もないですね。今年の1月からハイブリッドディーラーに昇格しまして、S2 ボルトオンシリーズっていう風な US 製品も扱ってるんですけども、それらも戻ってきてないので、やっぱりクオリティコントロールめちゃくちゃしっかりしてるんだなと思いますね。これだけでも十分すごいなと思うんですけど、ポールさんは常にゼロを目指しているみたいで、めちゃくちゃそういうのかっこいいなと思いますね。PRS のやっぱこのクオリティの高さっていうのはそこまで言ってもおかしくないんじゃないかと私は思っておりますので、そんな感じの SE シリーズの製品7本ですね、これから紹介していこうと思います。どうぞ。まずはじめに紹介するのがこちら SE カスタム24セミホローピエゾです。こちらですね、PRS のフラッグシップモデルであるカスタム24の SE バージョンですね。それをベースにいろんなアップグレードを施したモデルですね。木材見ていきますと、マホガニーバック、メイプルトップ、そしてこのトップの綺麗なメイプルに関しては化粧板を採用しておりますね。なので3層構造になってます。従来の SE カスタム24と違う部分で言うと、こちらセミホロー構造になってますね。ソリッドではなく内部に空洞を持っています。そしてネックがメイプルで指板がローズウッドですね。そしておなじみのバードインレイ、24フレット仕様で25インチスケールですね。フェンダーとギブソンの中間に位置するスケールになってます。こちらのネックシェイプ、かなり薄めのワイドシーンというものを採用しているんですけども、US のカスタム24がですね、マホガニのネックを採用しているのに対して、SE はメイプルを採用しているんですね。その理由としましては、かなり薄めのネックシェイプなんですね。それでもネックの耐久性を担保するために、あえてマホガニよりも硬いと言われている木材のメイプルを採用したというふうなことをおっしゃってましたね。演奏性をものすごく優先したというふうな話です。ピックアップがですね、PRS30 周年を記念してデザインされた8515というピックアップの SE バージョンですね。3ウェイのセレクターと1ボリューム、1トーン、そしてピエゾのボリュームというふうな組み合わせになってます。PRS 伝統といいますか、ほぼ全部の製品についているようなコイルタップという機能も搭載しております。SE カスタム24セミホローピエゾということで、ピエゾのピックアップも採用されてますね。PRS と LR バックス社が共同開発によるピエゾシステム搭載しております。これによってアコースティックギターのようなサウンドも出力することができますし、マグネットのピックアップとピエゾをミックスしたりとか、それぞれ独立で出したりっていうことも全然できますね。PRS デザインのトレモロブリッジ採用しております。2024年の後半からですね、このノブがランプシェードのノブになりまして、US のものと同じノブが採用されて、ルックスもめちゃくちゃかっこよくなりましたよね。価格が新品で189,200円で
販売中でございます。セミホローの仕様と、この美しいフレームメイプルトップと、ピエゾピックアップと、マッチングヘッドとか、あとバインディングもヘッドと指板とボディとっていう風に配されてるんですね。めちゃくちゃゴージャスなルックスで、SE のスペックではないような感じがありますね。もうここまで来たんだっていう風に思います。早速サウンドチェックやっていこうと思います。クリーンとトレブで鳴らしていきますので、音聞いてみてください。続いて紹介するのが SE スペシャルセミホローですね。こちらはですね、2025年5月に登場したばっかりの新製品ですね。もともとはですね、コア以上のグレードで作られていたスペシャルセミホローというモデルがありまして、そちらの SE バージョンです。同時期に普通のスペシャルセミホローも登場しておりまして、そちらもめちゃくちゃ素晴らしいリーダーです。スペシャルセミホローはですね、もともとジョン・メイヤーのシグネチャーモデルとして限定生産されていたプライベートストックのスーパーイーグルっていうモデルがありまして、そちらの製品版というかレギュラー版みたいな感じのスペックですね。特徴としましては PRS 伝統のダブルカッタウェイのデザインにセミホローの構造を採用しておりますね。木材見ていきますと、マホガニーバックとメイプルトップ。で、こちらのトップはフレームメイプルの化粧板が貼られています。そしてメイプルネックとローズウッド指板という組み合わせですね。こちらのモデルは22フレットの仕様になってまして、おなじみのバードインレイと、スケールは25インチです。先ほどのカスタムと同様セットネックのジョイントを採用しています。ピックアップがですね、ハムシングルハムのレイアウトになっているんですけども、ハムバッカーの部分に関しては、50年代後半のハムバッカーサウンドを目指して制作された5815の LT というものがあるんですけども、そちらの SE バージョンですね。5815LTS というものが搭載されておりまして、センターポジションにはですね、最近だと NF シリーズですね。NF3 とかNF53 に搭載されているナローフィールドディープディッシュ S というものが採用されております。ハム構造なんですけども、シングルコイルライクなサウンドが楽しめるというピックアップです。コントロールがですね、1ボリューム1トーン 5way のセレクター、独立したコイルタップスイッチ、フロントとリアのハムバッカーをシングルコイルにすることができます。コントロールもちょっと特殊でして、センターピックアップは単体で反応しないようになってます。ハーフトーン時に反応するような形になっているというこだわりが感じられるレイアウトになってますね。PRS デザインのトレモロブリッジ採用されておりまして、価格が新品で158,400円で販売中でございます。5月に発表されてからうちでも何本か売れてて、結構皆様気に入っていただける方多いと思いますね。個人的にやっぱりセミホローのスタイルかっこいいですし、サウンドバリエーションもすごい豊富で使えてみたいな感じで、かつやっぱ PRS なのですごい弾きやすいっていうところですね。汎用性の高いセミアコお探しの方にめちゃくちゃいいんじゃないかなと思っております。ということで音聞いてみてください。続いて紹介するのがこちら SE-DGT スタンダードです。2025年10月に発表されたばっかりの超新製品です。今日撮影日が10月23日なので、昨日入ってきたばっかりです。こちらの DGT はですね、デイビッド・グリストムという方のシグネチャーモデルで、PRS 社ともものすごい関係性の深いギタリストの一人ですね。今までも SE-DGT 紹介させていただいたことあったんですけども、どこが変わったかっ
っていうと、通常の SEDGT がですね、マホガニーバック、メイプルトップ、フレームメイプルの化粧板という風な3層構造だったんですけども、今回オールマホガニーの仕様のものが登場しました。こちらの DGT の特徴としては、形としてはちょっとカスタムとかと同じようなスタイルではあるんですけども、ボディの厚みですね。マッカーティをベースに製作しているので、やや厚めのボディとなっております。22フレットの仕様だったりとか、ヘッドネックジョイントなんですけども、マッカーティと異なる面で言うと、こちらトレモロユニットを採用している点ですね。木材見ていきますと、オールマホガニーのボディとマホガニーネックとローズウッド指板ですね。今まで紹介したモデルがメイプルをネックに採用してたんですけども、この DGT とかマッカーティ594とか、そのあたりに関しては本家と同様のマホガニーを採用してますね。ネックシェイプ、ファットなものが多いので、メイプルじゃなくてもちゃんと耐久性を担保できているっていうことなんでしょうかね。PRS 伝統の25インチスケールと、バードインレイではなく、ムーンインレイというものが採用されております。パッと見ドットなんですけども、ちゃんと三日月みたいな感じになってて、めちゃくちゃおしゃれなインレイですね。DGT-S というピックアップが採用されておりまして、3way のセレクターと2ボリューム1トーンというようなスペックになってます。もちろんコイルタップも可能です。価格が新品で149,800円ですね。このモデル好きな方かなり多いと思いますので、今回このシンプルなスペックのルックスのものが出たということで、一度ぜひ鳴らしてみていただきたい一本ですね。エスカッションの形もスペシャルセミオローとか同じような感じに変わってるのもちょっとおしゃれでいいですね。ということで早速鳴らしてみます。どうぞ。続いて紹介するのが SEC24 スタンダードですね。こちらですね、2024年の2月に登場したモデルになってますね。PRS の代表機種に C24 というモデルがありまして、ボルトオンジョイントを採用したという風なモデルになっているんですけども、それのスタンダードということで、ちょっとシンプルなスペックになってますね。木材見ていきますと、マホガニーボディでメイプルネック、ローズウッド指板という風な組み合わせで、24フレット仕様、25インチスケール、バードインレイ、ボルトオンジョイントを採用してますね。これまで紹介したカスタムとかそれらっていうのは接着剤を使ってボディとネックをくっつけているんですけども、こちらの CE に関してはネックとボディを4本のボルトとプレートで留めております。なのでフェンダーに近いスペックを持っていますね。ピックアップがですね、PRS30 周年を記念してデザインされた8515の3バージョンですね。8515S が採用されておりまして、1ボリューム1トン、3way のトグルスイッチ、コイルタップ可能で、ブリッジが PRS デザインのトレモロユニットを採用しておりますね。価格が新品で 91,960 円ですね。オールマホボディっていうところと、あとサテンフィニッシュの塗装だったりとか、そういった部分でコストは抑えているんですけども、ちゃんとバードインレイ採用していたりとか、ピックアップももちろん 8515S が載っていて、ネックシェイプもですね、ちゃんと他のモデルと同じもの、名前のあるネックシェイプっていうんですかね、それを採用していますので、PRS のそのピックアップとか、サウンドバリエーションとか、演奏性とかっていうものはしっかりと感じられるのに、10万円を切るっていう風な、この価格で買えるのはなかなか破格なんじゃないかなと思いますね。音鳴らしていきます。どうぞ。
続いて紹介するのが SE スタジオスタンダードですね。2025年5月に登場した新製品ですね。PRS 伝統のボディデザインに SSH のピックアップレイアウトを採用していて、かつピックガードをマウントしたという風なモデルですね。かなりレトロなルックスになっていると思います。木材見ていきますと、マホガニーボディ、メイプルネック、ローズウッド指板という風な塗りつぶしのフィニッシュを採用しているので、よりレトロでクラシックな感じのスタイルに仕上がっているかなと思いますね。ピックアップがですね、リアに5815の LTS、そしてフロントとセンターにナローフィールドディープディッシュ S というものが採用されております。SSH と言いつつ、実はハムなんですけど、サウンドの傾向としては SSH という風な形ですね。22フレットの仕様でバードインレイ採用してまして、ネックがボルトオンジョイントを採用しておりますね。コントロール見ていきますと、5way のセレクター、1ボリューム、1トーン、コイルタップも可能です。PRS デザインのトレモロブリッジを採用してまして、価格は新品で118,800円ですね。今まで紹介したモデルとは一味違ったようなルックスにもなってるんですが、価格としてこれが一応118,800円。SE シリーズの中では低価格の方になるので、それでいて、ちゃんとボディ材がですね、廉価モデルとかだと、ポプラとか NATO とかっていう代替材を使うことが多いんですが、こちらはしっかりとマホガニーを採用しておりますので、そこもポイントかなと思います。多分2025年の5月に発表されて、まとめて新製品入ってきた時に、一番最初に売れたのがスタジオスタンダードだった記憶がありますね。ということで、音鳴らしていきます。どうぞ。続いて紹介するのがこちら SE-NF53 ですね。2025年4月に登場した新製品なんですけども、正直めちゃくちゃ人気あります。この NF53 というのはですね、ポールさんが非常に気に入っているというですね、1953年製のヴィンテージギターにインスパイアを受けて製作されたモデルですね。木材見ていきますと、スワンパッシュボディ、メイプルネック、メイプル指板ですね。トラッドな感じのシングルカットウェイのデザインではあるんですけども、ボディバッグとこのエルボー部分ですね、コンターが配されていて、かなり体にフィットしやすいようなスタイルになっております。スケールはですね、これまで紹介したの25インチという PRS スケールだったんですけども、このモデルに関しては 25.5 インチのスケールを採用しています。フェンダーのストラトとかテレキャスト同様の 25.5 インチですね。SE シルバースカイも同様に 25.5 インチです。で、22フレット仕様でバードインレイ採用のボルトオンジョイントですね。かなりトラッドな仕様ですよね。ピックアップがナローフィールドディープディッシュ S というものが採用されてまして、1ボリューム1トーン 3way のセレクターというようなシンプルなコントロールです。トップロード式のシール製プレートブリッジ採用しておりまして、ブラスのサドルですね。こちら 2way になってまして、456弦と123弦が同時に乗るようなスタイルになってます。ペグがですね、この最新のウィングボタンというものが採用されておりまして、価格が新品で138,600円で販売中でございます。US のラインでもともとリリースされていた NF53 を SE でもっていう風な形で作られたんですけど、ピックガの形とか細かい部分見ると変わるんですけど、木材だったりコンセプトだったりとか、こういうハードウェアの特徴だったりとか、そういったものはほぼほぼ US と変わらないので、よくここまで US の要素を SE に落とし込んだなと思った一本ですね。US と SE の NF53 について詳しく解説している動画がありますので、よろしければそっちも見てみてください。ということで、音鳴らしていきます。どうぞ。
最後に紹介するのがこちら SE ホローボディ2ピエゾです。このモデルはですね、フルアコの構造を採用している、いわゆる箱物ですね。先ほどのスペシャルセミホローがセミアコというふうな位置だったんですけども、このモデルに関しては内部がほぼ空洞ですね。一箇所だけ空洞じゃない部分があるんですけども、フルアコというふうなモデルでいいと思います。マッカーティをベースに製作されておりますね。ホローボディ2ピエゾなんですけども、2025年の10月からボディのホーム部分が見直されたりとか、エスカッションも変わったりとか、ランプシェードのノブ採用したりとか、ウィークボタン採用したりとか、よりUS のホローボディに近づいたような感じですね。木材見ていきますと、ボディトップ、バックがメイプルです。そしてサイドにマホガニーですね。トップとバックの綺麗な木目があるんですけども、それは化粧板を採用しております。このトップのメイプルとかバックのメイプルでもものすごい美しいんですけど、さらにバインディングが配されていて、ボディ、ネック、ヘッド、すべてのところをバインディングが囲っているという風な、ヘッドストックにはローズウッドの付き板が貼られてまして、アバロンのバードインレイ採用していたりとか、非常にゴージャスなルックスに仕上がっていると思います。先ほどですね、ちょっと一箇所だけ空洞じゃない部分があるっていう風に言ったんですけども、それがブリッジの下部にですね、台座がありまして、そこにこのストップテールピースをマウントしているという風なスペックですね。ホロー構造なんですけども、こういったストップテールピースマウントできているので、かなり安定感がありますね。それぞれのオクターブチューニングもできるので、めちゃくちゃ扱いやすいと思います。そしてネックがマホガニーで、主板がエボニーですね。22フレット仕様で25インチスケール、セットネックジョイントを採用しております。ピックアップがですね、5815の LTS が2機搭載されてまして、LR バックスと PRS の共同開発のピエゾシステムも採用されております。マグネットピックアップ単体でも出せますし、ピエゾピックアップ単体でも出せますし、ミックスも出せます。で、コントロールが 3way のセレクターと1ボリューム1トーン、ピエゾのボリューム。コイルタップは採用されてないですね。価格が新品で254,584円で販売中でございます。今まで紹介した SE のモデルと比較するとちょっと高級なラインではあるんですけども、とはいえスペック自体は非常に高いと思いますので、トップの化粧板とかもめちゃくちゃ美しくて、いい箱物をお探しの方にはすごいありな選択肢かなと思いますね。ということで音鳴らしていきます。どうぞ。それぞれ音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？どれもめちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。トニックの方で何回もSE 紹介させていただいているんですけども、どれも本当に質が高く、めちゃくちゃ汎用性も高くて、弾きやすくて、音も良くてっていう感じで、スチューデントモデルという風な位置づけではあるんですけども、ピアレスの DNA を感じられるモデルなんじゃないかなと思いますね。ラインナップ本当に増えまして、どれ選べばいいかわかんないみたいな思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、トニックではですね、長年 PRS を取り扱っておりまして、様々なスタッフが PRS に対して愛があるので、お気軽にご相談いただければと思います。22フレットがいいとか24フレットがいいとか、漠然としたところからあなたに合ったのはこれですみたいな感じで、キネーター風じゃないけど、そういう風な感じでいい一本を紹介できるぐらいものもありますので、たくさん鳴らしていただければと思います。ということで皆様いかがでしたでしょうか？このモデルが良かったとか、このモデル気になるとか、何がありましたらぜひコメントしてみてください。ということで本編終わり。2025年終盤に向けて SE もいろいろ変わってきたなと思うんですけども、エスカッションがスペシャルの時からですけど、今までポールズギターに使われていた角が丸いようなタイプのエスカッションとの採用されるようになってきてて、今ちょっと店頭にはないんですけども、SE カスタム24とかもそれに変わったみたいで、昔の SE とはやっぱ全然違うような感じのルックスになってて、かっこいいなとか思ったりしましたね。ウィングボタンに変更になったりとかもいいですね。必ず SE 毎年なんか面白いことをやって
ってくれるというか、必ずなんかどこかが進化してて楽しみになりますね。SE でドラゴンフォースのハーマンモデルが出るということで、トニークでももちろん注文してますので、入ってくるのすごい楽しみですね。オリジナルのシェイプ、どんだけ弾きやすいのかっていうのをちょっと早く体験してみたいんですよ。入ってきたらすぐ動画撮ろうかなとか思っております。PRS の SE ですね。これからどうなっていくのか楽しみですし、どんどん PRS の魅力発信できたらなと考えておりますので、ディーラー向けのイベントみたいなものを結構開催してくれて、いろんな情報をこう教えてくれる素晴らしいメーカーさんなので、それらお客様にしっかり還元して PRS の魅力伝えていけたらいいなと思っております。SE ですね、モデルチェンジもたくさんされているんですけども、ケースもこんな感じでかっこいい感じのケースになりましたね。もちろん今までの SE のケースも良かったんですけども、より高級感が増したような感じになってますね。この SE っていう字がちっちゃくなったんですね。本体だけじゃなくケースもこうやってアップグレードしていくので、そのうち SE ハードケースになったりするのかな、もしかして進化していくと行き着く先はそこかもしれないですけど、いろんなものがこう底上げされていくと、めちゃくちゃいいですよね。ということで、この動画が面白かったという方はいいねとチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いつも見てくださってる皆様本当にありがとうございます。感謝しております。Twitter、Instagram、Facebook 各種やっておりますので、そちらもぜひチェック、フォローよろしくお願いします。横浜市西区平沼 1-4-8 丸山ビル1階ですね、ギターショップとニーク営業しておりますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。11月はですね、なんと決算セール開催中でして、トニークのホームページで全品 15% オフというのと、下取りで 20% オフという風なとんでもないイベントを開催しております。これを機にぜひ遊びに来ていただいて、たくさん弾いていただいて、前に売り出していただければと思いますので、店頭でお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。